皆さん、こんにちは。沖野です。最近ですね、自分語りの動画がちょっと多めだったかなと思うんですけども、今回は久々に視聴者さんからのお便りを読んでいこうかなと思っております。今回お送りいただいたのが17歳の男の子からなんですけども、ちょうどね、中高生が夏休みに入るぐらいのタイミングかなと思うので、注意喚起の意味を込めて、このタイミングでね、読もうと思います。ぜひね、中高生はもちろんなんですけども、大人の方も最後まで、見ていっていただけたら嬉しいです。それでは早速読んでいきたいと思います。今回お送りいただいたのは、夏はパピコ絶対買い占めるさん、男性17歳の方からです。こんにちは。最近沖野さんを知り動画を見漁っています。拙い文章で長くなってしまい申し訳ないのですが、最近あまり人に言えない相談事ができたので読んでいただきたいです。未成年なのですが、5日ほど前にゲイのマッチングアプリを始めました。周りに同じような人がいるのかどうか気になるというのがアプリを入れてしまった理由です。Twitter などで同年代の投稿が伸びているのを見て、俺って遅れてるなと不安になってしまい、もし近くに同じような人がいれば安心できるなと思い、アプリをダウンロードしました。始めたきっかけがこれなので、顔を見せるつもりはなかったし、18歳を超えるまで誰かと会う気はなかったのですが、いろいろな人に写真を求められるうちに送るのが普通になってしまい、先日初リアルをしました。その人は、メッセージをしているときは、まだ未成年だからそういうことはできないねと言っていたのですが、実際に会って話すうちにスキンシップがとても増えて、ホテルに誘われました。俺自身も未経験だったし、触られて変な気分にもなっていたし、まあいいかなと思ってついていきました。ですが、後々になって後悔の気持ちが増えてきました。以前の動画で確か沖野さんが、中高生と知って手を出してくる人はろくでもない大人みたいなことを言っていたような気がするのですが、最初は健全と言われていたのに、会ってからホテルに誘われたりするのは、やっぱり最初から体目当てだったのかなと思ってショックです。性病もとても怖かったのですが、相手の方は結構しっかり対策をしているから大丈夫と言っていました。でももしこれが嘘だったらと考えてしまいます。まだ17歳で人生これからだと思っているのですが、そのこれからが病気によって潰されてしまったらどうしようと怖いです。もともとは自分の顔と体に需要なんてないとずっと思っていたので、Twitter でゲイアカウントを作ることもなかったし、最初は顔を出すつもりもなかったんです。でも会った時にすごい色々褒めてもらって、こんな俺なんかにポジティブな感情を持ってくれる人がいるなんてと驚きと嬉しさがありました。それも言われるがままに色々してしまった理由の一つです。ことが終わった時はもう二度としないと思いましたが、褒められたり気持ちよかった部分だけが記憶に残っていて、次にまた会おうと言われたら会ってしまいそうです。この人だけでなく筋肉がある人がめちゃくちゃ好きなので、そういう人にやりもく前提で誘われても OK してしまいそうな自分がいます。これまでの話を踏まえて、1、俺のダメだったところ、2、次会おうと言われたら何と言うべきか、それとももうブロックすべきか、3、沖野さんの意見、以上3点をお聞きしたいです。ぜひ採用していただけたら嬉しいです。はい、ということで、ありがとうございます。結構な長文だったんですけれども、正直やっぱ突っ込みたいところはたくさんあって、やっぱり自分が17歳の頃ってまだマッチングアプリもなくて、インターネットもあるけど、まだガラケーだったかな。昔からネットの出会いってないわけじゃないけど、今ほど簡単にって感じではなかったので、やっぱり現代ならではの、しかも周りが SNS で発信しているのを見て、キラキラしているところを見て、自分と比べてしまうっていうところは、多分ゲイに限らず、いろんな界隈であるんだろうなっていうふうには思いました。で、今回ね、3つ質問事項として書いてあったので、そこをね、話していきたいんですけども、まず1つ目、俺のダメだったところということで、これはシンプルにですね、18歳未満なのに、マッチングアプリを始めてしまったことかなと思います。メッセージはせずに他の人をなんとなく見て安心するだけで止まってたらよかったのかなとか、メッセージはしてもいいから顔は送らなくてもよかったのかなとか、顔は送ってもいいけど実際に会いに行かなければよかったのかな。実際に会いに行っても本当に話だけでご飯食べるだけで終わればよかったのかな。後悔し始めたらキリがないっていうか、ここで止まっとけばっていうポイントがたくさんあったんですけど、やっぱりその後悔するポイントを作ってしまったのは最初にマッチングアプリを導入してしまったっていうところだと思うんですよね。ルールってなんか理由があってルールがあるんですよ。18歳未満はご利用いただけません。ってさ、マッチングアプリの CM とかだと最後にね、よく流れると思うんですけど、例えば今回で言うと病気もし本当に病気になってた時に、じゃあその検査に行ってお薬代を買って通院をしてっていう、そのお金とか全部自分で賄えますかとかさ。そういう社会的責任取れるかとか、経済力だったりとか、もちろん年齢だけが全てじゃないんですけど、一つの基準として18歳未満はやめとこうねっていうルールが作られてるんで、やっぱそこのルールを破ってしまったっていうことが全ての始まりなんだと思うんです。
なので、ダメだったところどこって言われたらそこかなと思います。逆に言うと、会おうって言ってくる大人、未成年だっていうのを先に話してたみたいなんで、今回のケースで言うと、それが中高生って分かってて、会おうとしてくるとか、実際に手を出してしまうっていう、もうそこまで言ったらある種、それはもう大人側の、相手側の責任だと思うんですけど、そのルールを破ったことによって、自分が被害を被るって、やっぱ周りの人はあんまり同情してくれないと思うし、なんかあった時に、それでも自分が悪いよねっていうポイントを、やっぱりあんまり作らない方がいいかなと思うので、ダメだったところで言うと、マッチングアプリを導入してしまったこと、登録してしまったことかなと思います。で、続いて2番目。次会おうと言われたら何と言うべきか、それとももうブロックすべきかなんですけど、これに関してはブロックすべきです。もうこれ一択。ちょっとこのお便りいただいてから1ヶ月ぐらいちょっと間が空いちゃってるので、もしかしたらもうすでに2回目会っちゃってるかもしれないし、他の人とも会ってるかもしれないんですけど、もうそのアプリ自体はやめた方がいい。さっき言った通り。で、もしそれ以外で何か SNS とか LINE とか連絡先交換したのであれば、もうそれはブロックした方がいいと思います。以前の動画でもね、沖野さんも言ってたと思うんですけど、みたいな書いてくれてましたけど、やっぱり未成年、中高生って分かった状態で実際に会おうとする大人、しかも今回で言うともう完全に手も出しちゃってるので、っていう人は、やっぱろくでもない大人って言って多分差し支えないと思うんですよね。なんかそれはさ、中高生でも可愛い子、体がそれこそもう大人と変わらない体つきの子とかもいると思うんですけど、やっぱどっかでさ、線引きをしないとダメだよねっていう、それがまあ18歳っていうのがさ、日本だと今定められてるんで、その数ヶ月、17歳って聞いてさ、じゃあ数ヶ月待とうっていうことができない大人っていうのが個人的にやっぱ信用ならないなって思うし、実際周りにいないです。そんな中高生と遊んでる大人。しかも今回に関しては、相手が本当に多分これ常習犯だなって思ったのが、会う前はいかにもこう無害ですよみたいな。体目的じゃありませんよみたいな感じをメッセージでアピールしておいて、実際に会ったらしれっとホテルに誘い込むっていうのが、ちょっと悪質だなって思いますね。ただ会うだけでもあれなのに、事前にそういう風に安心させておいて、いざとなったらね、もうそんなの構いなしっていうのが、ろくでもない中でもろくでもない方かなって正直思いました。まあそれこそこっちの人さ、鍛えてる人いっぱいいるじゃん。だからその筋肉ある人好きって書いてあったけど、そんな大人正直いっぱいいるから、あと数ヶ月我慢して自分が18歳になったりとか、もしくはもうちょっと自分で行動がある程度責任が取れるようになってからでも、全然マッチョはいますいっぱい。もうその人はブロックで。多分これを見てる人の中で、例えば同じ中高生の子で、いや全然年上と遊んでるけど、良くしてもらって自分も楽しくて、気にしなくていいよって思う人だったりとか、もしくは過去そうだったよって思ってる人だったりとか、いるかもしれないんですけど、まあやっぱそれはたまたま自分がトラブルとかに巻き込まれなかっただけ、自分のその精神的なものとか、身体的ななんかこう、負担がたまたま生じなかっただけで、やっぱ人によってはね、今はかっこいい大人、マッチョな大人って思ってても、同じぐらいの年齢になった時に、あれこの年齢で高校生に手出してるやつってやばくねみたいな感覚に多分どっかでなると思う。それをさらっと受け流せる人も中にはいると思うんだけど、やっぱりそれで苦しくなっちゃう人もいると思うんで、個人的にはやっぱりブロック一択で、はい、お願いします。続いて3つ目、沖野さんの意見っていうことで、まあすでにもうある程度話したんですけど、やっぱり今回始めてしまったきっかけっていうのがやっぱ自分自身にこう不安っていうか、周りと比べてしまってっていうのがあったと思うんですけど、多分自己肯定感って言葉がここ数年よく叫ばれてると思うんですけど、自己肯定感が多分低めなんじゃないかなと思ってて、で、低めな人に結構これ年齢限らず共通していることがあると思うんですけど、セックスに溺れやすいっていう印象がちょっとあります。もちろん全然自分に自信があってセックス大好きっていう人もいるんですけど、誰かから求められることっていうのを自分のこう喜びに、まあみんな喜びではあると思うんですけど、そこにちょっとハマりすぎちゃうと、体を求められるって一番簡単にそれを満たせるんですよね。体の関係で自分のその心の隙間を埋め始めると多分別の穴が開いちゃうイメージ。そこはちょっと注意した方がいいかなって思いました。これセックスしたことある人だったら、なんとなくイメージ湧くと思うんですけど、セックス中ってあんまりマイナスなこと言わなくないですか？なんかお互い盛り上がってるし、いつも以上になんかサービスしちゃったりする人とかもいるじゃん。可愛いね、かっこいいね、素敵だね。人によっては好きですとかさ。そういうなんか甘い言葉を囁き合って、盛り上げていくみたいなマナーみたいなところある気がしてるので、あんまりそこにはまらないように、肉体的な気持ちよさっていうのをもしかしたら今回感じたかもしれないんだけど、多分精神的になんかそこが嬉しかったんだと思うんだよね。書いてもありましたけど、自分なんかでもポジティブな風に言ってくれる人、思ってくれる人がいるんだっていうところに快感を多分覚えてると思うので、ちょっとそこはね、やっぱ注意かなって
思います。正直、世の中に誰かしら自分を求めてくれる人は絶対いるんですよ。で、別にそれが今回の人じゃなくていいと思います。中高生、未成年って分かった状態で誘い出して会ったらガブって食い散らかそうとしてくる人なんかは、多分そんなに大事な人にしなくていいと思うんで、もっと他の形でね、なんか自分の心を満たせたら、こういう人には引っかかりにくくなるのかなって思いました。なので、これに関しては大人の方も同じだと思うんですけど、自己肯定感低めで誰かに求められるがままに体を許してしまうっていうのは、ちょっと注意かなって思います。自分がこの人とだったらって本当に思える人だったらいいと思うんですけど。ただ今回の相談でちょっと難しいかなって思ったのは、中高生からのお便りでゲイであることに悩んでる人には、SNS で顔とか出さなくていいから、ゲイ用のアカウント作って、他の人のね、やりとりとか見てるだけでも、同じような人がこんなにいるんだって安心できるよってことを今まで結構言ってきたんですけど、マッチングアプリとかじゃなくてね。ただ今回は多分そのキラキラを目にしたがゆえに、いわゆる中高生でももうバリバリリアルしてます。バリバリこっちの活動してますっていう人を見てしまったがゆえに、自分って遅れてるのかなみたいな。風に焦りができてしまったっていうところで、必ずしも周りのそういう同じような同世代の人が見えていれば、それで解決する問題じゃないのかなと思って、そこがね、ちょっと今回難しいなって今思って解決策がないんですけど、でもやっぱりマッチングアプリよりは SNS で一旦他の人も見えてる場でのやり取りっていうのが安全かなって思うので、どうしても派手な人が目立ちやすいと思うんですけど、インターネットって。ほとんどの人はそんなことない、目立ってない人たちだと思うので、自分が特別何か遅れてるとか冴えないっていうわけじゃなくて、一部の特別な人がなんか目立ってるだけなんだなって思えばいいんじゃないでしょうか。ちょっとね、中高生からの相談、久々で、これでお答えになってますでしょうかって感じではあるんですけど、冒頭にね、注意喚起として今回のお便り読むことにしましたって話したんですけど、これもちろん中高生に関しては、夏休みってやっぱり羽目を外したくなる時期だと思うんですよ。なんですけど、あくまで自分の責任が取れる範囲で羽目を外そうねっていう、そういう意味合いも込めてるんですけど、それと同時にやっぱ大人側、今回で言うと、そのマッチングアプリを入れたりしたのは確かにルールを破った本人の責任かもしれないけど、その後やっぱり誘い出して、で実際にホテルに連れてくっていうのをやってるのは大人側なんで、そういう意味では大人の皆さん、ほとんどの人は関係ないと思うんですけど、もし中高生とか未成年に手を出そうとしてる人がいたらやめてあげてくださいっていう、はい、そういう意味での注意喚起も込めての動画となりました。ということで、今回は久々に視聴者さんからのお便り読んでみましたが、いかがでしたでしょうか？少しでも役に立ったよって方はぜひいいねボタンお願いいたします。あとはね、コメント欄で何かアドバイスとか感想を書いていただいたりとか、チャンネル登録まだの方はそちらもお願いいたします。あとはメンバーシップの方もやっておりまして、ただメンバーシップ一部年齢制限がかかってる動画もあるので、ちょっと18歳未満だと見れないものもあったりするんですけれども、ほとんどのやつはね、見られるので、ぜひ気になる方はそちらもチェックお願いします。それでは、バイバイ。